サウナ整うサウナ会議。さあボス、はい、今回YouTube の方の撮影で立山のビラの方のサウナと、こちらシーサウナシャックさん来させていただいて、ビラとかそういうサウナに関してもいろいろ考えることがあるのかなと思って、はい、サウナ会議2回目開かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。でそこでYouTube にも参加していただいた野口さん、原さんのお二人にも参加していただけたらと思いますので、もうなんか1回目の時点でもう風紀さんはもうこれでみたいな感じだったじゃないですか。野口さんそこカットされてるんで。いやなんていう感じだったんですよ。だから原さんしかいらんけど、私も呼んどくかみたいな。いやいや、そんなことない。でもお二人は本当に体験していただいたわけじゃないですか、 YouTube の方で。はいはい。だからそういうね意見、実際体験した方の意見も含めて風紀さん不満がありそうですね。もうね目が合わないですよ、2人。いやでもいろいろなんかビラのサウナとかも含めていろいろ考えていけたらなと。そうですね。はい。まずどうします？率直なビラ、今回体験されてどうですか？ビラのサウナと普通にこう都内とかにある個室サウナだったらパブリックのサウナってやっぱり求めてるものとか違ったりするもんですか？でもやっぱりビラはもうそのまま宿泊ができるじゃないですか。そこがやっぱり一番でかいような気がしてて、店舗型だとやっぱ行って身支度して出るっていうことをしないといけないけど、それこそ家族とか身内だともうそのまま適当にあるもの着て寝れるみたいなのはいいなと思いますね。あとなんか外気浴がもう絶対都内にはないあれですよね。なるほど、土地がね、開放的な外気浴。どうなんですか？その土地ってやっぱ広ければ、ボス的には広ければ広い方がいいですか？いやもちろんあるだけ。あれだけ。いや欲しがりますね。あれだけ。その方がね、いろんなこういう設備もこういう設備もみたいなこともできるわけですよね。どうですか？何かじゃあその上で必須なものね、今原さんおっしゃったように外気浴のスペースも多分ふんだんに取れるし、今回 YouTube で行かせていただいたオンザエルさんだとドッグランがついてたりとか。結果土地じゃないですか。確かに広さ。でもサウナは必須ですか？やっぱり。欲しいですね。ビラってサウナない時代とかそうですよね。ありましたよね。はい、全然あります。最近絶対ついてるというか。多いですよね。でやっぱ僕は今回 YouTube の方に行かせていただいて思ったのは、やっぱビラのサウナに絶対ついててほしいものは絶景、竜。はい。それが海なのか山なのか森なのかわからないですけど、今回もすごかったじゃないですか。僕あれですね、いいなと思ったのが泊まって朝入るサウナ。最高ですよね。これってなかなかなくないですか？そうですよね。寝起きサウナで言ったら24時間いつでも好きな時入れるっていう、これは確かにでかいですよね。でかいですよね。これが必須。なんかみんなあれですよね、こっそり早く起きて入ってましたよね。そう。こそサウナしてたんです。こそサウナしてましたよね、みんな。入りました。あれ、澤田さんも入ってました。入りました。入ったんだ。入りました。やらせてもらいました、こそサウナ。うちらもしました、こそサウナ。最高。でやっぱ確かにそういうメリットはありますよね。都内のパブリックとかってやっぱ営業時間決まってたりとか。そうですね。確かにな。あんま広がらない系でしたね。いやどうですか？いや僕はビューが欲しい、絶景が欲しい。他ないですか？全然もちろん今回帯同したスタッフサウナ会議みんなでやるもんなんで、一人一個言ってください。一人一個巻き込み。私さっきも言ったんですけど、外気浴とあと寝転べるベッドがあるのは結構ポイント高めてる。確かに。寝転びたい。すごく細かいポイント言っていいですか？じゃあビラにサウナ行くってなって、今回めちゃくちゃ天気良かったですけど、天気良くないこともあるじゃないですか。確かに。でそれでも多分今回行かせていただいたところって半分屋根ついてて半分空いてる。だから外気浴できるんですよ、雨が降ってても。なるほど。
そういうなんか細かいところ屋根はいると。全オープンなのか、なるほどなるほど。危ない危ない。全オープンにしようと思ってます。もしやるなら。いや半分屋根半分屋根はとか開閉式確かに確かに確かに形式。開閉式ありますよベンツねたまに。みたいな。ちょっと高そうでも確かになるほど。はい、どうですか他スタッフも含めてありますなんかビラこれあったらいいなみたいな。自分ははい薪ストーブが自分で一からうわーなるほど。くべる。ここそうですよね。シーそうサー。はい。シーサウナみたいに薪って結構少ない確かに都内だと煙突が出せないから。うんうんなるほどですね。そうかそれもビラの良さなるほど。確かに、はい、煙突巻き。なるほど。まだ答えてない人誰ですか順番に。唯一スタッフでサウナ入らない船倉さんにも聞くんで入ってましたからね。でも今回入ってたんですよ入ってた。だからビラっていうのがそうさせた部分も僕あると思うんですよ。あーなるほどねはいはいはい僕2人で入ったんですよ、うんうんでなんか全然入ってられますみたいなことを言ってたんで、それはやっぱビラのサウナ都内で入るサウナとか違いはあったんですか？あ、そうだ、開放感みたいなはい部分は全然テンション上がってましたね。そうですよね入ってもいい入ってもいいんで何様やねんサウナ一人あと都内も全然入って大丈夫ですそんな断られないから大丈夫ですいいんでちなみにビラ1個につきサウナは1個でいいですか？まあ僕は正直サウナ1個でいいかなとは思ってるんですけどでも1個じゃないですか。1個1個。でもそれこそ今回みたいな部屋の中にあるサウナとテントサウナとかああなるほど確かにテントサウナ。ちょっと楽しめますよねなるほどなるほど。アクティビティ感が増しますね。確かにまあ今回海沿いのビラ行かせていただいたじゃないですか。他はどうですか環境としては。まあ海沿いはもう海沿いで抜群にいいのは多分もう皆さんねあと何あるんですかね。川。川もいいですよね。川川が水風呂そうそう。めっちゃいい行ってみたい天然の水風呂。そうです。いいそうです。ボスそれいいんじゃないですか。そこの川沿いのはい。なんか土地たくさん買って。はいそれでも失敗したら土地だけ莫大な土地だけ残る。そうです。あと川ってなんか真横まで車入ってこれないイメージあって。あ、そうですね。止めて歩いて。なんかダメそうな。いや環境いいですけどなんかいや川が天然の水風呂っていうのはめちゃくちゃいいですよね。いいですよね。いいいいやめっちゃいいですめっちゃいいです。ちょっと想像しちゃいましたね。想像しちゃった。はい可愛いな確かに最可愛い行高きたい可愛いなって言ったんですね。ごめんなさい。いや想像しちゃったって僕のこと可愛いななわけないでしょなわけないってそんなはっきり言わない。ないですよ想像しちゃった僕が可愛いのかって可愛いなって初めてそんなこと言われた。違うん違いですね。なるほどはいですね。ちなみにさっき話してたテントサウナは皆さん経験はありますか？あります今のテントサウナっていうのはどうなんですか？その火力であったり火力というか暑さ。確かにうんやっぱり室内のものに比べるとはやっぱパワーを取りますけど、うんでも自分で入れれる経験とか、はい香りもそうだし、やっぱ入れた瞬間一気にブワッと上がる感じは室内よりあるかなと思いますね。臨場感的な、ちなみにお二人が入ったテントサウナは何人用のサウナみたいな感じですか6人ぐらいですかね。でも結構広いですね。広いし下空いてるから下は隙間風来るんですけどなるほど。中は結構温度高くなってその薪入れまくったりしたうん私その時川でやったんですよ。もう冬でキンキンで鍋しながら外でバーベキューの代わりに鍋しながらテントサウナ入ってもう2度ぐらいの水風呂川入るみたいな。すごい思い出して笑顔になってるめっちゃ幸せでしたそれも。で今回来させていただいたところだともう一個特徴として、都内から割と2時間弱ぐらいのアクセス。その都内からの距離感とかどうですか？うちらは運転免許を持ってないんで、思い立っていけないっていう部分はありますね。その誰かに連れてってもらうか、まあ電車とかを乗り継いで自力で行くか。すごい古い言葉使って申し訳ないんですけどお二人はアッシーはいないですか？
アッシーってわかります？だからね、もうここ何回か来てるじゃん。あー確かになるほどですね。そうまあそうか車確かに電車でっていうのはなかなかね。大変そうですね。現実的じゃないですね。でも逆にこういうちょっと郊外にあるところって比較的大きいところが多いじゃないですか。2人用とかじゃないところ。がまあ4人とか6人いれば、まあ、1人は運転できる人いるでしょう。はいはいはい。それに託してる感じはあります。確かに確かに。あ、じゃあその2時間っていう時間は全然大丈夫。まあ運転しないんであ、乗ってるだけ。は全然。そうなんです。でもボスも僕も今回運転役もやってきたじゃないですか。2時間なんて全然余裕ですよね。そうなんです。そうなんですか？全然余裕です。はそれ聞いたら全然頼める。頼める。連れてってい。で僕は距離感はものすごくいいかなってこれぐらいやっぱ離れるとすごい自然も豊かだし、東京であった嫌なこといろいろ忘れられるじゃないですか。何があったんですか。いやもう東京はもうほぼ全てがストレスじゃないですか。怖いね。いやでもねそういうリラックスとかするねサウナ。確かに移動あるとなんかリセットされますよね。移動込みで。2時間ぐらいってなんかゴルフされる方とかって結構ゴルフ場まで2時間とかそうですよね。あるからみんな移動しやすい時間なんですかね。全然いいと確か思う。に3時間だときついですもんね。 3時間きついですね。そうなんや。その1時間が大きいんや。大きいです。3時間だとなんかドライバーのイメージとしては1回休憩挟まなきゃいけないな。2時間だったら多分休憩なくてもいけるんですよ。し、寝ててもムカつかないですよね。ムカつかない。3時間ちょっと3時間ちょっとなんですよ。ずっと寝てる。確かに3時間やったら1回トイレ行きたくなるかもしれない。寝てる分際なのに交代してくれとかじゃないですよ。トイレ行きたくない。交代できないんだ。なるほど。じゃあやっぱりビラもいろいろ考えるのが違うポイントが多いですね。でもビラブームですもんね今。みんなホカンスみたいな。ホカンス。あ、ごめんなさい。アッシーは知ってるんですけどホカンスちょっとホカンス。最近の言葉や。ホカンス。知らないんですか？ホカンスって何ですか？ホテルバカンス。だからまあホテルでそれですね。いや初めて勉強したやん今。ホテルのやつね。これからめっちゃ言うやん。ホカンスが今流行ってるんですか？流行ってますよ。だからわざわざその有給を取って一日ホテルにこもるとか、だからこういうビラとかになっちゃうと、そう仕事終わりにリフレッシュしに行くはできないじゃないですか。なるほどなるほど。丸々1日使ってもうまあないし1泊2日とかで休暇ですよね。なるほどなるほど。なるほど。サウナってなるとまた別だけど、ビラ付きサウナってなると、取れる時間はまた変わってきますよね。なるほどなるほど。なるほど。じゃああれですね、割と都内とかでもホテルみたいなね。宿泊できるサウナみたいなカプセルもあり、まあそうですね、カプセル付きのとかもありますなるほど。いろいろなパターンがありますね、サウナ。どんどん金が最終的にホテル。ボスがもうどうする？はい。いやまあホテル建てていただいて、今回の会議の結論で言うとホテル建ててっていうところに落ち着いたので落ち着きました。そこから客室のね割合考えてホテルサウナ作ればいいんで。あ、そういうことですね。まず買うと。一回買う。えらい会議になりましたね。会議じゃないですね。でももういろいろまたちょっといろんな角度からサウナ考えてちょっと会議していきましょう。はい。はい、すみませんお二人も今日はありがとうございました。ありがとうございました。